I have reservation for taxi. You pick up your name? Your name? No, You want by taxi? yeah. I This have way. reservation. Go straight. First door outside 11. Oh, thank you. Okay, thank you. By this route. Thank you. Thank you. 你会说中文吗？ああ、そうです。サード台湾。はい、ここで会話は終了してしまいまして、中国語を勉強したいなと思いました。この日は飛行機が40分も早く着いて、ドライバーさんはもうすでに待機しているという連絡をくださっていました。今回はエアラロという eSIM で着いてすぐにつなげることができたので、時間短縮になってすごく便利でした。3泊4日1人旅で1ギガだとギリ足りず、3日目にもう1ギガ追加購入した形になりました。両替はクレジットも使うので、現金は1万5,000円ぐらい両替で3,000元ぐらい返ってきました。ラッキーランドはまた外れてしまったんですけど、まあしょうがないなとします。台湾に来れると思うともう嬉しくてですね、飛行機の中からニヤニヤしていました。この時は高速道路からの夜景に感動してまたニヤニヤしてました。ドライバーさんはすっごく安全運転で親切な方で、この台北の緑の標識もですね、見えるたびにとてもワクワクしておりました。そうこうしている間に30分くらいで今回のホテルリラックス5に到着です。5ヶ月ぶりかな。はい、ありがとうございます。おー、入ってまずここがシャワーですね。あ、いいじゃないですか。で、金庫があって冷蔵庫があって綺麗ですね。ベッドがあってここにテレビがあってお水とかいろいろあって、これがすごい台湾の台北を一望できる感じになってます。美容整形かな、整形して帰ろうかな。ここがトイレですね。で、洗面所もコンパクトだけど石鹸があって綺麗ですね。すごい贅沢なトイレだな。ここに座ってこう座りながら外が見えるっていう、めっちゃいいじゃないですか。これ開放的。よし、ここが3日間の私の住処になります。うわー、かわいい。そんなわけで11時50分なので、ちょっとコンビニに行ってご飯を調達したいと思います。あった、私の大好きなセブンのサンドイッチ。美味しそう。
今日はいちごを買ってみよう。ちょっとこれを買ってみようか。すごい、台湾にいるんだ。はい、とりあえず今日のご飯はこちらです。これを食べて寝たいと思います。台北の朝、すがすがしい。この旅の始まりは咸豆醤からです。私は初めて台湾でこの咸豆醤を違うお店で食べた時に酸味が強くて、それ以来咸豆醤から遠ざかってしまったのですが、今回また食べてみたらそこまで酸味はなくて出汁が効いていてとても美味しかったです。台湾はやはり何を食べても薄味なところが個人的にはちょっと物足りなくて、私は咸豆醤にも少しだけ醤油を足しました。そしてチーズダンピンは私は毎食食べたいほど大好きで、店内にある甘いタレみたいなのを添えるとまた一段と美味しいです。この2つの台湾の朝ごはんを食べて台湾旅がスタートしたなという充実感があります。旅の始まりは大好きな D4J からスタートです。
そして来てみたかった台湾日和さんに到着しました。チャイナシューズや練り香水、この漁師網モチーフのコインケースなど、とにかく可愛い雑貨がセレクトされていました。私はここでカルピスのグラスを買いました。店員のお兄さんが日本語がお上手でとても気さくにお話ししてくださって、店内にはお茶をいただけるスペースなんかもありました。こちらのお店でも落花生のお菓子やパイナップルケーキも購入できます。台湾ビールなどをモチーフにしたマグネットや、あまり見かけないキーホルダー型のヨーヨーカーやアイキャッシュも売っていました。なかなか売っていないので、こちらはすごい嬉しいですね。そして台湾花布のポーチやジーローハン T シャツなんかも売っていて、店内は面白系からおしゃれで可愛いものまでたくさん売っている素敵なお店でした。意外购好。そして永楽市場の中も大変にぎわっていました。余すことなく食材を料理に使って提供してくださることに感謝して食事をいただこうと改めて思いました。差不多爱十几步。你要食到饱了，爱十咯，差不多十几步。100元。100。引き続きディーファージェを歩いていきます。午前中のディーファージェはこれから始まる一日に向けての準備で活気にあふれていました。高立さんはこの日も大人気でした。前回買わずに帰って後悔したポーチを買いに来ました。サイズでかなり迷いましたが、台湾に来る時に使う用のお財布としてコイン、お札、クレジットカードを3つに分けて入れられる200元の一番小さなものを買いました。使い勝手はかなりいいです。カラフルな漁師網バッグは可愛くてずっと見ていられます。
小豆とピーナッツ。この時とても暑かったので、このかき氷を食べて生き返りました。杏仁豆腐の風味が上品で、かすかな優しい甘さで美味しかったです。豆腐などもそうですが、サイズ的にかなり大きくて、こちらもスプーンを2つつけてくださったんですが、どう見ても1人なのでちょっと面白かったです。周りの方は1つを2人でシェアしている方が多かったです。トッピングを2種類選びました。小豆とゆでピーナッツにしました。杏仁豆腐の中に共に埋まっていて、これ自体に味はついていなくて、かき氷と杏仁豆腐の甘さと一緒に食べるという感じです。お土産が重い。やっぱりディーファージェはいいですね。何度来てもいい街です。しらすチャーハンのお店。电话里吧。没要紧，是线下的哦，我还在我跟扇子哦，谢谢。そしてこのスープなのですが、すごく熱々でニンニクと出汁が効いていました。豚の血を固めたものはプルプルと柔らかくて、臭みはなくて、ほんのりレバーのような味がして、とても美味しくて汗だくで食べました。そして隣に座っていたご夫婦のお母さんが途中で私の大荷物を気にかけてくださって、重いんだから手に持たずに置きなさいと笑顔で言ってくださいました。全部中国語なのですが、不思議と言葉がわからなくてもすごく伝わりました。本当にご親切にしていただいてすごく嬉しかったです。ありがとうございました。買いたいな。絶対重いけど買いたい。
159元。これもかわいい。缶が欲しいな。かわいい。おばあちゃんの香水110元。暑い。ちょっと刀削麺とかガラスのコップとか醤油みたいなの買ったから、ちょっと一旦ホテルに戻ろうと思います。台北駅にやっと来た。わあ、やっと无啦，意思讲情话绵绵啦，我听。この
日はどうしてもこれが食べたくて来ました。こちらはニラとキャベツ8割、肉2割といったイメージの香味野菜餃子のような味です。ニラとニンニクの香りが主で、具材がぎゅっと詰まっていて、この度優勝の一品でした。本当に美味しくて、台湾ビールとともに一瞬でなくなってしまいました。ご飯物も食べたかったので、お隣のお店でジーローファンもいただきました。こちらはかなり薄味で、大きめに裂かれた鶏肉と煮込んだ椎茸が入っていて、味は至って普通でした。台湾の夜市で夜の街並みや建物を見上げながらご飯を食べるのが、私はとっても好きな時間です。にゃお風呂に入って寝る支度です。私は場所が変わると眠れないタイプなので、旅にはいつも使っているハンドクリーム、パジャマ、メディキュットを必ず持参します。家で寝るときと同じスタイルにするとかなりよく眠れます。自分的いい旅にするために、私は睡眠時間を絶対に削らないことと、足の疲れを残さないようにしています。旅の質が上がって帰ってからも疲れが残らず、次の日から普通に仕事が務まるので、私的にはかなり重要です。あとホテルリラックス5のフリードリンクのミルクティーが香り高くて濃厚で結構甘くてすごく美味しかったです。こちらをいただいて今日は就寝です。昨日とは違うお店で、この日もシェンドージャンとチーズダンピンをいただきます。こちらのお店も朝から人気でした。観光客の方が結構多かったです。チーズダンピンはネギ感はあんまりなくてあっさりした感じでした。お店のタレは甘い系ではなくしょっぱい系でした。シェンドージャンはおぼろ豆腐感が強めで熱々でした。どちらもとても美味しくて、今日も充実感あるスタートです。
光柱的大餐。すごい。你再去看另外一边。まずは普通の小籠包からいただきます。皮が薄めでスープがレンゲからこぼれるほどたくさん入っていて、とっても美味しかったです。そしてこの梅につけられたトマトは、私が人生で食べたトマトの中で一番甘くて最高に美味しかったです。昨日の水餃子とともにこちらもこの度優勝の一品となりました。この梅漬けトマトは台湾の他のお店でも食べられる料理なんでしょうか。毎回このトマト食べたいです。そしてこちらがこのお店のおすすめトリュフ小籠包です。私は恥ずかしながらトリュフというものを食べたことがなくて、こちらで初めていただきました。変わった香りがするなという印象で、個人的には普通の小籠包が美味しかったです。
見た目よりも食べるとかなりボリュームがありました。このあんに使ったちまきの中には栗、しいたけ、豚の角煮など豪華な具材がゴロゴロ入っています。食べている間にどんどん崩れてしまいました。やっぱり薄味なのですが、栗がとても甘くて豚肉の脂身も柔らかくてとっても美味しかったです。歩いてすぐの遼寧 JEC に来ました。オフィスビル街からすぐのところにこんなローカル感あふれる場所があるのが素敵です。見たことのない生き物が泳いでいました。エビやガチョウ肉なども食べたかったのですが、さすがにお腹いっぱいです。旅先でいつも牛のように胃袋が4つあればと考えてしまいます。降りる降りる。降りるです。これ。はい。違う。ここまた別。ここで降ここで一番近いはこれ。あ、食べ駅じゃない。ここです。はい。だから一緒にね、一緒に降りる。みんな日本で見ます。みんな日本で見ます。これスノーメンマン。スノーメン歌うんですね。スノーマン好きですか？好き。イケメンです。目黒くんが。そうです。目黒蓮好きなんですか？大好き。あ、違う、ラウールでください。ラウールでした。さっきラウールですね。192センチメートル高いです。背高い。気をつけてね。はい、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。バイバイ。本当に親切にありがとうございました。バイバイ。はい。台湾の人は優しいな。もうなんて言ったらいいんだろう。無事に乗れてよかった。無事に帰ってこれた。ただいま。わわわわ。朝ごはんを食べに行きます。
谢。よく見るとニンニクを入れすぎでした。総合麺線をいただきます。具材には牡蠣ともつが入っています。牡蠣はとても柔らかく、味はついていませんでした。もつは煮込まれた味がついていました。私はパクチーが苦手なので抜いていただきましたが、通常はパクチーも入っています。店員さんがすごく親切で、調味料の入れ方なども丁寧に教えてくださいました。優しい味ですが、朝ごはんとしてはかなりのボリュームです。ありがとうございます。ありがとうございます。帰国までディーファージェを散歩します。大好きです。暑い。请随图并勿带离飞机。Let information container 在中间。见情况时调至照明调联至最近的出口。